皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は設定上美女キャラだったキャラを解説していきますよ。東方キャラというと魅力的な子がたくさんいるけど設定上美女キャラについては知らないからすごく気になるよ。一体どうして美女なのかという裏話、裏設定も解説していくので楽しみにしてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する設定上美女キャラは、地上に隠れ住む月の姫、蓬莱山かぐやです。かぐやはもはや言わずと知れた美女だよ。そう、彼女は私たちが知る竹取物語の本物のかぐや姫です。その美しさから、5人の貴族に求婚を持ちかけられたり、帝までを虜にして高級を乱したという伝説があるほど。へえ、5人以外にも虜にした人がいたんだ。その容姿としては、服は上衣がピンクで、大きい白いリボンが胸元にあるのがチャームポイント。袖は手を隠すほどの長さと幅があり、左袖には月とそれを隠す雲が、右袖には月と山が黄色で描かれていますね。ちなみに山はズンさん曰く我々が住む地上のことを表しているとのこと。山は地上を表しているって本当なの？綿月とよ姫の能力の山と海をつなぐ程度の能力は地上と月をつなぐ程度の能力と言っていたので、かぐやのスカートに描かれた山は、憧れの地上を表しているのではと考えられます。いやこれは面白い裏設定だぜ。そしてかぐやの服装の特徴としては、裸の露出がない和風の衣装。まっすぐに長い黒髪や、手足の先まで隠す衣服は一切の汚れを寄せ付けないためなのではと思われます。なるほど、月の民は汚れを極端に嫌うからな。やはりあの輪のデザインがお姫様らしくて、まさに東方らしいキャラとなっていてエクセレントですよ。実は森安和子とも絡んだことがあり、珍しく白い T シャツに着替えてのしかかろうとしたこともあります。お姫様ど根性ネタもいけるのかい？ちなみに子さんの6面ボスにしてはゲームの方の登場回数が少なく初登場の栄夜賞ぐらい。しかし書籍は意外といろんなところで活躍していますよ。東方暴月賞の小説版ではまさかの表紙の表を担当したもんな。その回もあって今年のランキングとしては、40位という超高順位。書籍で活躍しているって言っても、一つ前に漫画、茨城河川の主人公河川がいて、登場回数のダークホース宇佐美すみれ子が後ろにいるって凄すぎだよ。なんだったら去年は35位ですよ。これがかぐやの美しい魅力の凄さなのか。しかし、彼女は容姿はもちろん間違いないのですが、人との接し方も美しいお方なのです。まずかぐやなんですが、永遠帝という屋敷でなんと数百年も隠れ住んでいました。だから、二次創作ではニートという意外なネタキャラとして登場することもあるよな。そう、なので二次創作の同人誌ではお姫様からは考えられないネタゲームやパソコン等の娯楽をしている姿がしばしば見られますよ。高貴なお姫様がだらしないところもまた可愛いらしいよね。また箱入り娘ということで、仕事探しをしたりした時は意外すぎる職業に就くことも。コウマ館でメイドとして働いたりとかは鉄板。そうそう、鉄板で言うと二次創作でまた面白いものがあります。また胸が鉄板とか言うんじゃないでしょうね。それはエリンにぶち殺されます。二次創作ではかぐやはビビンバが好物というものがあります。ビビンバって丼用の器に入れたご飯の上にナムルや、調味した肉、卵など様々な具を乗せて混ぜ合わせて食べる朝鮮料理だよね。これはスペルカード仏のお石の8のズンさんのコメントで、石焼きビビンバ的なものでも食べようとしたのだろうかから来ました。二次創作の取り入れ方がすごい。話を戻して、小説版東方暴月賞ではかぐやは地上の知識を覚えようとしたりと努力家だったりしますよ。エイリンとは反対に科学には弱いようで、ペーハーが何のことかよくわかっていないのですが、知っているふりをしたり可愛いらしい一面も。ちなみにペーパーとは溶液の酸性アルカリ性を表す物理量のことだぜ。また、ウサギたちのリーダーである帝の手下のウサギたち、いわゆるモブイナバと一緒に写っている場面が多く、膝に乗せたり、湯たんぽにしたりしています。サラミボールにしちゃってるけどね。4コマでは同じく永遠帝に住む霊仙や帝がかぐやの提案に対してウサギたちを動員して手伝ったり、かぐやが何かやり始めるきっかけを声に作り出したりしていました。迷いの竹林の長老である稲葉帝も姫様と呼んでいます。しかしタメ口だったりと、かなりフランクな仲だと思われますよ。漫画版の東方暴月賞では、帝が賢い御人たちと言っているしかなり慕っているしな。またエイリンに叱られて家出した霊仙を自ら迎えに行って慰めつつ連れ帰ったりと、ペットにすごくお優しいのです。そしてエイリンというと、神主ズンさんからも天才と言わせるほどの賢いキャラですが、月を裏切ってまでかぐやについてきているので、相当な信頼関係を築いていることがわかります。なるほど、こうやって彼女について振り返ると、かぐやの真の魅力は人柄の良さにあるってことか。そう、美しい心を持った、まさに美女と言えるキャラですね。私とそっくりやないか。あなたの心は畜生界より荒れてます。ということで、次に紹介する、
設定上美女キャラはつくも姉妹です。わっこい。二人は伝統楽器のつくも神で、光の楽器を素手でかき鳴らすことができるのです。なので能力は自ら音を発して演奏できる程度の能力だぜ。今まで数多くいた東方の姉妹キャラクターでも初となる珍しい、血のつながりのない義姉妹だと明言された組み合わせです。へえ、二人は血のつながりがない姉妹だったのか。容姿とか性格はかなり違っているしな。琴は日本の伝統楽器の一つで、琵琶は中国生まれらしいので、楽器からも彼女たちが姉妹ではないことがわかります。と入っても、書籍では公式でつくも姉妹名義になっていることから、赤の他人というわけではなく、生まれが同じことからの血のつながりを超えた姉妹というわけですね。まず姉のベンベンは柔らかい雰囲気を持っていますが、性格は冷静で大人びていて、まだセリフは初登場作品内のみで少なく、その上先ほど言ったような異変の影響によって、元の状態なのか不明ですが、口調は姉御肌的で少しきつめ。陽気持ちのマリサや咲夜が八つ橋を追いかけようとした時に、待ちなあんたの相手はこの私だよとかっこいいセリフを言っているしな。そして、妹であるつくも八つ橋は勝ち気な性格をしていて、姉のベンベンから横取りは許さないと言われても引き下がらないほど、彼女もまた異変の影響かもしれないがな。そして敗北時には、わお、わっこいなどの面白い名セリフを言っていますよ。詳しくはこちらを後で見てみるといいぜ。容姿としては姉は、頭に琵琶の花飾りをつけていて、長髪を後頭部で二つに縛り垂らしています。筆頭すべきは裸足で、スカートが透けて生足が見えていて非常にセクシーなんですよ。東方界でもトップクラスの生美脚。妹の八つ橋の服装は薄紫色のラインの入った白い上着に、紫のリボンや模様がついた黒いスカートで、要所にジグザグ状の装飾がなされていますよ。姉と同様に生足が大きく露出していますね。またベンベンとは違った色気があるぜ。あと彼女たちの魅力としては手の指ですね。二人とも楽器を弾いているだけあって指も細長くとてもセクシーなんですよ。ああ、それすごくわかるよ。音楽を弾いている女性ってなんだか色気があるよな。そんな魅力的なつくも姉妹は、東方文化新報にて掲載されていました。天女のごときルックスであるつくも姉妹は、密かに人気を集め始めているとのこと。おお、天女のようなルックスだなんて相当スタイル抜群なんだな。そう、なので彼女たちはとても美人姉妹ということがわかります。ちなみに綾が女子に学坊の名を勝手に送ろうとしています。女子に学坊って何なの？女子12学坊のオマージュですね。中国伝統楽器の演奏家で構成されるインストゥルメンタルバンドですよ。中国及びアジアの伝統楽器を使用するので、つくも姉妹と似ている部分がありますね。なるほど、彼女たちは東アジアの楽器だもんな。またつくもプラス1夜行というライブでは好評だったようです。綾も待ち遠しいと言っていて、写真と一緒に未来のスターと掲載していますよ。あの綾がこんなにも褒めるってなかなかないよな。しかし、このブンブン丸春新報は、完成間近に綾本人が反省文と訂正記事を作って発売中止するほどの捏造満載雑誌となってしまったので、この姉妹の取材記事内容の真偽も残念ながら不明。ということハモっている可能性もあるってことか。そうなんですよ。写真は彼女たちが演奏しているところしか写っていないので、ライブが行われたのかも少し怪しいところではあります。と入ってもあの美脚な上に、二人ともお姉さん感あるキャラなので、ルックスは本物だと思われますよ。ぜひとも彼女たちのライブに参加してみたいぜ。美しき姉妹による美しい東アジア楽器の音色を聴けるのは最高ですよ。まさに幻想郷的なライブになりそうですね。ということで次に紹介する設定上美人キャラは、八坂かな子です。次回の人気投票ランキング期待の星じゃないか。前回熱く、彼女の魅力を伝えましたからね。かな子は外の世界から神社ことやってきた神様です。多くの神様が幻想郷も外の世界も関係なく自由に行き来しているのに対し、彼女は拠点を幻想郷に移し、信者幻想郷の人間や妖怪に絞ることで信仰を集めようとしています。神様だったら幻想郷も外の世界も自由に行き来できるのか。幻想郷に行くための貴重な情報ですよね。結果は見事にハマって、妖怪からも人間からも信仰を得れているようです。彼女は種族は神霊に相当します。なので、昔は人間か何かだったと思われるとアキューは考察しています。かな子はもともと人間だった可能性があったんだ。彼女は少し短気なようですが、贈り物に弱いらしく何か贈り物を足すと喜ぶらしいです。威厳がある感じだが贈り物に弱いって可愛いやつだな。そんな彼女の元ネタハカメックスと言われているのですが、全然違いますよね。彼女の元ネタは八坂刀梅神と言われていて、八坂刀梅神は、竹見中の神の祭神として諏訪大社をはじめとする全国の諏訪神社にて祀られている女神です。かな子って一つ間だったのっていう驚きも3回目だね。いやここで口にするな。八坂刀梅命の神格は、水の神農耕神温泉の神国づくりの神と言われています。農耕の神でもあるからか、二次創作ではルックスが非常に豊かになっていることが多いです。いろいろ育ちすぎました。竹見中の神にあたる女神となるのですが、神話には登場しない神となるため、非常に謎が多いのです。
ただ、諏訪湖では、冬、湖面の表面に氷が張り、そこに昼夜の寒暖が、氷の収縮をもたらすことで生じる御神渡りという氷の亀裂に生じる突起物が氷結する現象は、上社に祀られている竹見方が、下社の八坂止めの下を訪れる際にできたものと言い伝えられていますね。女神というとヘカーティアも女神だよね。そして竹見方の神と八坂刀場命を合わせた神格は、夫婦神縁結びの神子授かりの神となっています。なので守谷神社の元ネタである諏訪大社では結婚式もよく行われるようです。ということは、守谷神社でも結婚式がよく行われるのかもしれないな。また竹見方は、大国主と沼川非売の間の子であるという伝承が各地に伝えられていて、日本建国神話の芦原中国の国譲りで竹見和地の神に唯一抵抗し、力比べで屈服させられた神として知られています。これは東方宝月書でも語られていますよ。そして先ほども言ったように彼女の正体は謎が多く、いろんな説があるのですが、金剛女の宮という伝説によると美人だったようです。もともと美人だったようですが、ある出来事で鬼となってしまいました。そしてお釈迦様に説法を習っていたら美人に元通りになり、その後日本に移住し、諏訪の神となったという伝説があるんですよ。なのでかな子様もまた非常に美人なお方だということがわかりますね。やっぱりかな子美人なんだ。髪を後ろに束ねた時の可愛さは異常だもん。モフモフヘアも可愛いけどね。また風神としても祀られていて、元寇の時の神風は竹見方の神が起こしたという伝承もあるのです。また早苗のスペカにも奇跡、公安の神風があるよね。かな子自身のスペカは御柱祭、筒香湯神事、三佐山社祭といった諏訪大社の行事や祭り、七不思議などを元ネタとなっていますよ。またキャノン砲みたいな弾幕の打ち方もするので、キャノコといった面白いこともできます。かな子様かっこよすぎじゃん。このようにネタ要素もいけて、美人で原作でもたびたび活躍するお方なので、皆さん、なんとか順位を上げてあげてください。風神66年ボスが順位下がって79位はかわいそうすぎる。それではラストに紹介する、設定上美人キャラは、古城の妖精チルノです。あのネタ枠でおなじみのチルノって美人だったのか？そうなんですよ。チルノはかなり美女だと思われる要素があります。まず制作者のズンさんによると、10代前半の人間だとしたらかなり低い部類に入るとのことです。背丈は身長が低い順で一番下ぐらい、と入っても妖精の中ではかなり大きくそれだけ力の持った妖精なんですよ。閻魔様の、式英気山座部からもあなたは妖精なのに強い力を持っています、と言われているもんね。妖精大戦争ではマリサとの弾幕ごっこ後、チルノの強さに感心したりしていますよ。チルノマジで最強じゃないか。また特徴としては青い服装に氷の羽を持っています。羽の数は高魔鏡、奇想天則が10枚、妖精大戦争、海塚、天空将が6枚、飛信条が4枚と一定していません。へえ、妖精って羽の枚数って変えられるんだな。髪は水色で、ウェーブがかかったセミショートヘア、また青い瞳が特徴ですよ。髪の先端はウェーブとなっていますが、二次創作ではよく無視されることが多いですね。また貝塚みたいにたまに緑の大きなリボンをつけているよな。足元は靴下のみだったり、青、あるいは水色のストラップシューズを履いていたりと意外とコロコロ服装や羽を変えているところ、意外とおしゃれさんなのかもしれません。この感じだと、その可能性はあるよね。性格は、氷の妖精だというのに喧嘩っ早くて熱い性格の持ち主です。おてんばなだけに妖精大戦争では、たびたび物騒な発言をすることが多いもんな。妖精共通の特徴として秋っぽく、忘れっぽいです。また、序盤ボスには珍しく原作での登場頻度はかなり多いぞ。実はあまり語られませんが、語尾は体よと最後によをつけて話すことが多いですね。ほう、それは知らなかったぜ。そんなチルノが美人だということがわかる要素としては、東方海塚にて他人に興味があまりない風見優香がチルノを見て可愛いというセリフがあるんですよ。それがこちら。チルノ、ひまわり、お日様逃げるすごいよ。まだ春だっていうのにひまわりも満開だよ。あら可愛い妖精じゃないの。えへへ、そうでしょう？優香、ここのひまわりもみんな、あなたのことを見ているわ。標本にしたいくらい。そういえばひまわりがこっちを見ている気がする。見てるのよ。だって、あなたが太陽みたいだから。本当だ優香がチルノを見て可愛いって言ってる。適当なこと言ってるかもだけど。チルノ自身も自分の容姿に自信があるようでへへ、そうでしょと言っていますしね。おバカなだけかもしれないけど。でも優香が可愛いっていうのは珍しいよな。そうなんですよね。見た目に似合わず超毒舌な優香が褒めるのはかなり珍しい。さらにチルノの元ネタは、ウンディーネという説があります。ウンディーネは四大精霊の中の水の精霊。水の精霊ではありますが、チルノと同じく湖や泉などに住んでいる精霊なのです。そういえばチルノの元ネタって何なのか知らなかったよ。人間と同じ容姿を持ち、愛を得て初めて魂が宿るとされる女性。はいはい、小説や歌劇、バレエなど多くの作品の題材にもなることがあるよね。実は大体の場合、
ウンディーネは美しい女性の姿をしているとされていて、人間との悲恋物語が多く伝えられています。おお、ということはチルノも美人の可能性が高いな。まさに水も滴るいい女というわけですね。チルノが仮に格が上がって成長するようなことがあればすごく美人になってそうですよ。二次創作ではよく大人のチルノになると、髪を長くして描かれることが多いですよ。髪が長いとお姉さん噛んでるしな。チルノはやはり友達思い出ねはものすごくいい子なので、大人になればさらに美人に磨きがかかっていそうです。大人チルノに算数をぜひ教えてもらいたいものですね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんが思う美人キャラがいたらぜひ教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。